listen to me. I got a feeling that you just might agree. You know I haven't been good, but have I been so bad? Gotta have a gift for me too in that bag. Santa, won't you let me explain? I thought these rules of yours were just...皆さんこんにちは。手帳の時間です。今回は下半期買ってよかったおすすめ文房具をお届けします。仕事用の手帳にこんな風に使ってますよとか、こうやってまとめるとすっきり見やすくなりますよとか、私なりの使い方もご紹介してみました。日常使いできる便利なアイテムが多いので、ぜひ最後までご覧ください。ということで早速行ってみましょう。まずはいつもの毎日に小さな喜びをくれる新しいフリクション、Y をご紹介します。おしゃれに一癖をコンセプトにした8色カラー。こすると消えるフリクションシリーズは世界累計販売本数41億本以上ということで、すごく人気の文房具です。ビジネスパーソンを中心に幅広い層に人気のフリクションですが、この Y は大学生をメインターゲットに販売されたそう。この丸みのあるフォルム、トレンドを抑えてますよね。ボディカラーは学生さんが日頃持ち歩くアイテムに馴染みやすいシンプルなオフホワイトがベースになっています。ちなみに製品名の Y は喜びを表す時の言葉 Y が由来です。すごく覚えやすい。では簡単に8色のカラーを確認していきましょう。定番の黒から2023年の11月に新しく仲間入りした7色までと、あとは数量限定で販売されているマーカーも4本購入していたので、一緒に色味を見ていきますね。それぞれの8色も鮮やかで、ノートをきれいにまとめることができそう。ノートって基本は3色以内にカラーを抑える方が記憶力とか要約する力を育めるので、もし学生さんとか資格を取りたい大人の方がいたら、ボールペン2本とマーカー1本が入った3本セットの活用もおすすめです。マーカーは全6色なんですが、ソフトグリーンとコーラルピンクの2色が売り切れていて、今回は4本のカラーをご紹介しています。ではこすって消してみますね。綺麗に消えるってとっても気持ちいいものですよね。私はいつも仕事で使っている無印のバーチカルタイプの手帳でこのフリクションシリーズを活用しているんですが、特に裏写りも気になったことはありません。実際にどのように書き込みをしているのかご紹介したいと思います。100円ショップで購入した小さめの付箋が大活躍する仕事用の手帳。いつもの手帳の中身をサンプルで書いてみました。例えば YouTube の工程を細かく分けたりとか、今は生まれたての赤ちゃんがいて使える時間がバラバラで全然参考にならないと思うので、赤ちゃんが生まれる前の子供3人時代の手帳の中身を再現しています。基本的にはグリーンのマーカーで囲んでいる午前中の3時間で全ての仕事を調整します。時間が押したり予定がコロコロ変わる場合、フリクションは本当に便利ですよね。書き直す時もパズルみたいで本当に楽しいです。机横の文房具収納ワゴンにまた新しいフリクションシリーズが増えました。普段の生活に溶け込みやすい Y シリーズ、ぜひチェックしてみてください。続いて片手でも押しやすいコンパクトサイズの浸透印ハーフスタンプ、浸透印ハーフをご紹介します。私が購入したのは時間の記録という時計の形が入ったものですが、全10種類どれも使いやすい柄が揃っています。コンパクトってやっぱりいいですよね。
サイズ感が伝わるように 5mm 方眼の付箋に押してみますね。ポンと押すとこんな感じ。日々のスケジュールの時間割を作るとき、パッと見てわかる時計が個人的にはとっても好きです。裏写りもチェックしておきましょう。ちなみに今までは正方形のこのタイプを使っていました。小鳥さんも可愛かったけど、実際に使ってるのは時計の部分だけだったので、ハーフタイプを試してみたんですよね。こんな感じで1日の時間割を夜のうちに書いたりとか、朝一番で考えるんですが、書き込むスペースが増えてさらに便利になりました。なんとなく分かればいいかなって感じでやっています。そしてこれは時計と日付を書く欄がありますよね。手帳などで日付がある場合はデートのところは重複しちゃうので、付箋とかで隠して時計部分だけを使ってもいいなと思いました。公式の使い方とはちょっと違うので強くおすすめはできないんですが、これはこれで可愛いと思います。マンスリーに毎日の睡眠時間を記録したページを作ったり、工夫をして楽しむことが大切です。6時間以上だったらグリーンとか、6時間未満だったらグレーなど、一目で体調が分かっていいですよね。先にポンポンスタンプしておけば、あとは毎日簡単に色を塗るだけなので、体調を見直したい時などはぜひやってみてください。筆箱にも入るサイズの浸透印、すごくおすすめです。次は100円ショップセリアで見つけた大人気のドットペン、カラードットマーカーをご紹介します。2本セットで110円という破格のお値段。ドットペンは活用方法がたくさんあって、小さいお友達から学生さん、大人の方まで幅広い層に人気があります。フォルムはこんな感じ。まずはドットが書ける方を見てみましょう。ぷくっと丸くなっています。続いて 0.5mm の細ペン。先端が少し長めかな。いつも使っている呉竹さんのクリーンカラードットと比較してみます。どちらも 2way なのはとっても嬉しいポイント。カラーも全色見ていきましょうか。気に入ったカラーがあれば手帳で長く使えると思うので、一度使ってみてほしいなと思います。例えばハビットトラッカーに使ったり、チェックリストに使ったり、イラストも簡単に描けるので多分ハマるはず。気分に合わせて使い分けたり、手帳の大きさに合わせてドットの大きさも変えられるってすごく楽しいと思いませんか？我が家では年長さんや小学生にも人気の文房具です。想像力豊かな小さいお友達にはドットペンが本当におすすめだなぁと実際に子供たちを見ていて思います。どれだけ使ってもらっても2本で110円だし、普通のマーカーのようにペン先も潰れないので家族で長く使えますよ。カラーバリエーションも豊富ですごく嬉しいですよね。はい、すべてのカラーを載せてみました。ハビットトラッカーではその枠に合わせてポンポンとスタンプしたり、イベントごとに手帳にイラストを描いてもいいですよね。今はクリスマスの時期なので、ドットペンを使ってサクッとクリスマスページを作ってみましょう。ドットペンと細ペンをうまく活用すると、いろんな種類のイラストが楽しめます。こちらは簡単クリスマスツリー。雪だるまもドット2つで簡単に。あとは帽子を描いたり目を追加したり、あっという間に完成します。見ているのと実際に使ってみるのでは楽しさが違うので、セリアやダイソーで見つけたらぜひチェックしてみてください。バレットジャーナルの扉ページにも使えそうな可愛いイラストを描いてみました。続いて手帳初心者の方に特におすすめなマークスのマステ、水性ペンで描けるマスキングテープシリーズをご紹介します。以前2024年のおすすめの手帳ということで、マークスさんの手帳をご紹介しました。
その動画の中でもちらっと出てきたアイテムですが、便利ですっごく可愛いのにまだまだスポットライトが当たっていないと思ったので、今回ご紹介したいと思います。例えばこちらは北欧風の優しい色合いが特徴のマンスリーに使えるマスキングテープ。ミシン目が等間隔に入っていて、ハサミなしでも綺麗に切り離せます。毎日使いやすい手軽な感じと、いつもの水性ペンが使えるポイントが本当に好きなんですよね。種類も豊富で選ぶ楽しさもあります。こちらは日付用ですが、最初から日付が入っているものってどう使っていいか迷うことがありませんか？ピンポイントで日付がないと困るなとか、そういう場合におすすめなのはこちらのシール帳。こんな感じであらかじめ切り離して一覧にすると、すぐに日付を見つけることができますよ。手帳を複数使いしている時とか、他の日付用のマスキングテープと組み合わせて使いたい時にとてもおすすめです。日付がないタイプの手帳はもちろん、日付があったとしてもペタッと貼るだけで手帳が華やかになります。この手帳は無印良品から出ている B6 サイズを使っています。気分が変わって1週間がさらに楽しくなりそう。そしてマンスリーにはマンスリー用というものがおすすめ。手帳のお悩みあるあるの中に、イラストが苦手とか、手帳デコをしたくてもセンスがない、失敗するとモチベーションが下がるというのがありますが、この水性ペンで描けるマスキングテープシリーズだったら、全てのお悩みが一気に解決できちゃうというわけです。一つのマステで楽しめる柄は16個。あとは普段使っている水性ペンで予定などを書き込むだけ。パッと華やかで可愛いマンスリーが完成します。空欄が多くても全然気にならないと思いますよ。大人っぽい中に可愛さがあって、どんな手帳にも溶け込むところが最大のおすすめポイントです。続いて無印の一覧できるスケジュール帳をご紹介します。以前無印の購入品動画でもご紹介したものなんですが、12月から実際に使ってみて、こういう風に使えばいいんだという発見がありました。合わせてご紹介しますね。この手帳の最大の特徴はマンスリーとデイリー、そして縦型マンスリーが一覧できるというところです。新発売の手帳で無印の公式ページでは高評価の星 4.6。どこの手帳にもない新しいタイプの手帳はどんな風に使っていけばいいのか悩むことがありますよね。私なりの使い方をご紹介します。こちら字が汚いですが実際に使っているものです。マンスリーは目次代わりに使っています。サンプルでご説明すると、例えば目次を見れば何を書き入れているかすぐに発見できるということ。この手帳一つで勉強の進捗を確認したり、計画や振り返りが可能となります。ここが目次、そして日々の活動で、こちらが勉強した時間とか。一覧できると便利なものにこの手帳を使うのがすっごくおすすめ。2024年の1月からはこの基本の書き方で深掘り手帳として使っていこうと思っています。パレットジャーナルの毎月のセットアップ動画にも出てくるので、ぜひチェックしてください。最後はポチポチっとボタンを押すだけの持ち運びに便利なボタン型スタンプポチット6をご紹介します。キーボードのようなボタン式の浸透印、全部で15種類。私はフルーツというベースが黒インクのものを選びました。シンプルな手帳の中身にしたいときは黒インクのまま、カラフルにしたいときは上から色を足したり、水性ペンで塗ってもにじまないのでいろんな場面で活躍をします。こういう下地が見えないタイプのスタンプは押し慣れるまでに少し時間がかかりますが、何度かこうやって押していくと加減が分かってきますよ。
最初はどうしてもインクが濃くなってしまいますよね。押してみるとわかるんですが、ポチポチとした感触がとっても心地いいです。使い切りタイプの浸透印は約1000回押すことができます。私のおすすめの使い方はドットペンと一緒に使う方法です。少し斜め下にずらしてドットを書くととてもおしゃれなマークになります。見た目はこんな感じ。例えばこのように予定ごとにスタンプをして予定が過ぎたらチェックするようにドットを書くと分かりやすいですよね。シンプルなのにすごくかわいい。家計簿などで活用する場合、予算内で過ごせたら色を塗るとか、予算オーバーしたら色を塗らないとか、自分なりの決め事を作っても良さそう。ペンケースに入れても場所を取らない大きさなので、お気に入りを一つ忍ばせておくのもいいですね。ミニミニサイズがとっても使いやすいおすすめのスタンプでした。ということで、他にもたくさんのおすすめ文房具がありますが、今回は特に大好きだったアイテムに絞ってお届けをしました。来年もいろんな手帳や文房具に出会って皆さんと共有できたら嬉しいなと思っています。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。